こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。ご機嫌いかがですか？ナオコです。今回ネタにするバイクは、ホンダの CBR500R だ。ホンダのスポーツバイクは久しぶりですね。そうだな。2021年9月に欧州で発表になって、国内仕様は12月に発表って噂だぜ。CBR って言うと、RRR とか RR が話題の中心だし、最近は SS 以外も電子制御満載で、楽して乗れるアドベンチャーやネイキッドがたくさんありますし、エントリーモデルのすっぴん CBR の仕様が気になりますね。そうか。じゃ、この動画で普通の R の雰囲気掴んでいってくれ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の流れはこんな感じだぜ。1、CBR500R って。2、スペック考察。3、ライバル比較。です。じゃ、輪締め、か。1、CBR500R って。500R は、欧州と北米で販売されてるストリートモデルだ。こいつのエンジンを 400cc に変更して、400R として国内販売されるのが、今までの流れだ。今まで？これはちょっと邪推だけど、今年の4月、ホンダは9代目の社長就任会見を行ったよな。三部社長ですね。そこで、大胆な電動化目標をぶち上げた。2040年にホンダが世界で売る新車をすべて電気自動車、燃料電池車にするってな。それ車の話ですよね。いや、二輪の電動化についても言及されてる。具体的には、24年までにパーソナルユースの原付クラス車両3機種を投入ってな。今後、この原付クラスを皮切りに、車種整理や新技術の発表がされていくと思う。そして、国内スペシャルな400エンジンの CBR シリーズに、白羽の矢が立つのではないか、と。国内メーカー初の電動 SS、eCBR 第一弾としてだな。ぶっ飛んだ妄想プレイ、お疲れ様です。その可能性は超低いと思いますが、妄想は自由だぜ。一つの可能性として、だな。でも確かに、新型 500R と現行 650R は仕様も被ってきてますし、世界的には需要が少ない 400cc のエンジンですし、ゼロではないだろ。じゃ、他のメーカーの400クラスはどうなんでしょうか？主の感覚だと、ヤマハとスズキは現実主義で、売れないものは売らない。川崎は他社と比べて規模が小さくフットワークが軽いから、いろんな手を打ってくる、って感じだな。ふむふむ。400の今後について、各メーカーがどんな手を打つのか楽しみだぜ。では、今のうちに400をゲットして、今後のプレミア化に備えておきますか？転売か。ちょっと脱線するが。いやもうしてるし。この 400cc って排気量は、ご存知の通り、日本の免許制度から生まれたものだ。なので、小ネタ満載だ。例えば？ 400cc は WR の元祖。CBR の社名に RRWR がついたのか、400cc が最初なんだぜ。へえ。昔はホンダのスポーツモデルといえば VFR で、搭載してるエンジンは V 型で大排気量、ホンダの技術力を注ぎ込んできたレース直径エンジンだ。なんで、直4エンジンでスポーツモデルを作ろうって流れはあまりなかったんだ。そこでホンダは、ないものを作るんですね。普通のエンジンで一挙やってやろうと。これは、元祖タイプ RR 作戦ですね。それは車の話だけどな。というわけで、大型免許が狭き門だった時代なので、中型の最大排気量、400エンジンを使った 400RR が誕生したってわけ。この頃は、まだ日本でバイクが売れてた時代ですから、いろんなチャレンジができたんですね。で、もう一つのネタはこれだ。400R は 500R のデチューン版ではない。でも、今の400クラスは国際的には微妙な排気量だから、500R に 400cc を積んでお茶を濁した国内向けなんでしょ？おまけなんかじゃないぞ。逆に 500cc のがおまけだぜ。さっき話した通り、400cc モデルは普通免許の最大排気量だ。そのエンジン用に設計された車体だ。RR も設定されてた車種ですからね。その考え、400cc 市場主義はホンダ内にまだ残っているらしくてな。何その残党扱い。国内スペシャルな 400cc エンジン搭載前提で CBR500R の車体設計をし、そこに 500cc エンジンを積んだモデルが CBR500R なんだって。400cc ベースで仕上げた車体に 500cc 乗せて海外発表。その後裏本命の 400cc 版を国内発表してるってことですか？めっちゃ手間かけてるじゃないですか。そうだ。現在の市場動向だと、400cc は消えてなくなる運命かもしれんが、そうなるとしても、バイクを作るために楽な道は選ばない。それがホンダだ。これがホンダ。最後にもう一つ。他社種展開と構成農家。1エンジンで複数タイプのバイクを作る、ってのを本格的に始めたのも 400cc からなんだぜ。ほほう。CBR400RNC47 での話だが、こいつはフルカウル、ネイキッド、アドベンチャーの3タイプが用意された。この考えをグローバルモデルで進めたのが、NC 系だな。基本コンポーネントを有用して複数車種作るってのは、今では当たり前になってるけどな。400cc、なんだか見直しました。
で、今回の 500R だが、650R のパーツを有用し、サスや足回りの高性能化が図られてるな。いいじゃないですか、高性能化。性能アップはウェルカムだが、高性能化することで価格が上がれば、差別化しがたくなる。そうなれば、400R の発売は厳しくなる。高性能化は、諸刃の剣だと。そうだ。日本の免許制度が変わらない限り、まだしばらく国内需要はあるが、今のような贅沢な作りができるかは、わからない。気に入った 400cc があるなら、そろそろ手に入れておかないとな。400R のファイナルモデル、どんな仕様になるのかな？それじゃ、スペックを確認していくか。2、スペック考察。今回は欧州向き仕様の発表なので、スペックも欧州版を参照してくぜ。カラー&デザイン。欧州で発表されたカラーはこの2色だ。マットガンパウダーメタリック。グランプリレッド。タイでは追加色があったな。ソードシルバーメタリック。です。このカラー、タイではよく設定されるカラーですよね。黄色はタイのナショナルカラーだからな。タイの国旗は赤白青だから、この色じゃないの？タイ人が最も敬愛してるカラーは、黄色って説があってな。黄色がおしゃれに見えるのは、グレーやブラックと合わせる配色らしい。だから黄色はこのカラーリングなんですか？青月調べなんで、本当のところは。だけどな。フロントマスクは、一昔前の CBR1000RR を思い出させる形だよな。釣り目のやつ、ね。エンジンは2気筒だから正面姿はシュッとしてるし、前幅もコンパクトでくびれもある。カウルも 250RR ほどじゃないけど、結構複雑な造形してる。サイドカウルの接合部がカナード形状だったりな。効き目は、どうでしょうか？テールカウルのダクトはダミーではなくちゃんと穴が開いてて、スポイラー風になってる。このデザイン、かなり好みです。エンジン。エンジンは、471cc の DOHC 並列2気筒エンジンだ。最高出力は、35kW8600rpm、最大トルクは 43N6500rpm だな。馬力に直すと約47馬力ですね。ユーロ5に対応済みだし、しばらくは安泰だ。2気筒ってことで燃費もいいぜ。リッター 28.6kg で、航続距離は約 489km だ。4気筒の 650R のエンジン性能は？ 95馬力でリッター 21.3kg。タンク容量は15リットルで航続距離は約 319km だぜ。2気筒、侮るべからずですね。エンジン制御機能は、何が入ってるの？ ABS とアシスト&スリッパークラッチ装備だ。トラクションコントロールやクイックシフターは装備されてない。ピュア。しかし、今回も地道な改良の積み重ねで、色々性能アップしているぞ。エンジン関連だと、FI セッティング見直しだな。燃料噴射の気流のストレート化などを実施し、低中速域パワートルクが 4% アップしてるぜ。あとはラジエーターの軽量化とかな。細かい部分に手を入れてきてますね。ホンダの2気筒エンジン、どこまで伸びしろがあるんだろう。フレーム&足回り。フレームは交換ダイヤモンドタイプだ。先代から変化なしですか？フレームは、足回りも、ホンダお得意の重箱の隅をつつくような改善がされてるぜ。ホイールのスポーク数を減らしたり、ステップをアルミ製に変更したり、スイングアームのスチール材の厚さを 2.3mm から 2.0mm に変更してる。削った分、なんか新しいパーツを採用したの？もちろん。新型の足回りには、CBR650R のパーツが取り入れられてる。フロントブレーキがダブルディスク仕様になり、サスペンションは成立からファイ 41mm 倒立タイプの昭和製 SFFDP に変更されたぜ。ついに上級モデルのパーツも採用されて、こいつはまさに 400RR ですよ。500R の車体サイズは 2080mm、760mm、1145mm、シート高は 785mm だ。前幅が 5mm 大きくなりましたが、このサイズなら誤差レベルですね。重量は 192kg だ。これぐらいの重さまでが、40代のおっさんがなんとか扱える重量だな。主要装備。LED ヘッドライト。ライトが小型化されて、目の下のクマが大きくなってるぜ。ヘッドライトユニットは CBR650R 譲りらしいぞ。LCD メーター。特に変更はない。650R と同じタイプで、シフトポジションや、シフトアップエンジケーター付きの多機能タイプだ。白黒反転タイプは高級感がありますね。このメーターデザイン、好きです。価格。さあ、スペック考察の最後はお値段だ。欧州価格はもう発表されてる。おいくら万円？ 6399ポンド。円換算だと約 99.4 万円だな。ちなみに先代モデルは約 97.9 万円だ。1万5000円の値上げですか？この仕様変更なら、全然許容範囲だな。国内仕様の 400R は？ 80万8500円だぜ。すると、新型国内仕様は83万円ぐらいでしょうか？他の排気量の価格は、CBR250RR が82万1700円、CBR650R が108万9000円だ。微妙な価格ですね。パラかマルチか、ピュアか緻密か、悩む価格帯です。身内で悩んでるところすまないが、さらに悩んでもらおうか。ライバル比較ですね。3、ライバル比較。ス
ペックは 500cc を取り上げたけど、ライバル車は 400cc クラスで比較してみた。比較車はこちら。川崎、忍者400、ヤマハ、IZF、R3、KTM、RC390。あ、久しぶりの KTM。じゃ、見ていくか。では、比較表、ドン。価格。あれ ?400 ってこんなに高いんでしたっけ ?60 万円台だった気が。時代は変わったんだよ。そうすると 500R は高すぎますね。ほぼ100万円ですよ。予想では83万円ぐらいだ。価格に対する意見は、国内仕様が発表された時に再考察しような。サイズ&重量。一番軽いのは RC390 だな。エンジンが短気筒ってのが良い。この馬力にこの重量、そしてこの見た目とカラーリング。先日試乗したスーパーデューク R を連想させますね。シート高も一番高い。シートの高さは運動性能を重視してる証拠だぜ。忍者400は、忍者250と同じボディに 400cc エンジンを搭載したモデルだな。通りでコンパクトに見えるバズです。エンジン出力。よく似た数値なので、PWR を測ってみた。そうすると、忍者400が一番だぜ。あ、忍者400って4気筒だと思ってたんだけど、2気筒だったんですね。そうだな。国内メーカー 400cc 以下で4気筒なら、ZX25R だけだ。ま、正直なところ、30馬力以上あればおっさんが操るには不足なしだ。主の所感ですけどね。使用装備。RC390 が一番だ。色々ついてる。400クラスで、ここまで充実装備なのは珍しいですね。国内も257主要装備満載なんだけどな。あれはメーカーの威信がかかってますからね。本気モードですよ。さ、比較はこれで以上だ。レイム、今回はどの車種がお気に入りで？もちろん、CBR500R ですよ。決して安くないし、装備はほぼすっぴんだが、そんなバイクで大丈夫か？大丈夫です。今までバイク歴の中で、一番バイクを堪能したのは400でした。ジムカーナの真似事をしたり、長距離走ったり、4発エンジンの排気音を満喫したり、ね。そんな400を楽しめるのは、今しかないかと。ベタ褒めだな。思い出補正が入ってますからね。じゃ、今回は以上だな。お次は、青子のバイクニュースのコーナーです。こんにちは、青子のバイクニュースのコーナーです。11月は祝日が2日もありますね。皆さん、お出かけの計画は立ててますか？いや、まだです。俺も特には。そんな人の背中を押すニュースがありますよ。何？高速道路休日割引が11月3日より再開決定です。え、まだ制限してたの？普段高速使わない人は、そうなりますよね。知ってた人も、知らなかった人も、このサービス再開決定は嬉しい話だと思います。これでお財布に優しいツーリングに行けるわけだ。これから寒くなる季節です。体調管理と感染予防をしっかりして、ツーリングへ出かけましょう。そろそろ電熱グッズを引っ張り出さないとな。かびてないことを願います。では、今回はこの辺で。それでは、See you!